皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、台湾が TPP 加盟申請を行いました。これに伴って日本が取るべき政策はどのようなものであるかを解説するとともに、じゃあ現状どうなってどうなろうとしているか、そちらの予測についての解説も合わせて行っていこうと思います。TPP にはつい先日中国も加盟申請を行っており、この中国、台湾、この2つの国が TPP とどのような関係を築くかというのは、この TPP の中で今最も経済規模の大きい日本にとっても今後を左右する大きな話です。それは経済的な話だけではありません。当然のように対中外交という日本にとって今まさに脅威となっている問題に対しても大きな影響を与える事柄です。今回の動画では台湾が TPP 加盟申請を行ったことによる影響がどのようなものであるかを私の話を聞いてぜひともより理解を深めていってもらえればなと思います。それでは早速ニュースを見ていきましょう。台湾 TPP 加盟申請を発表。中国反発でも加入に強い意欲。台湾当局は23日、環太平洋経済連携協定 TPP への加盟に向け正式に申請手続きを行ったと発表した。同日午前記者会見を開き、内閣の報道官が明らかにした。中国の強い反発が予想される中、TPP 加盟に強い意欲を見せた。TPP をめぐっては、中国が16日に加盟申請を行ったことを公表したばかりだ。台湾として中国に加盟申請で大きく遅れれば、加盟が困難になるとみて申請手続きを急いだ。台湾の通商交渉トップである董振中政務委員は会見で、中国はいつも台湾の国際社会との連携を阻もうとしてきた。もし中国が先に TPP に加盟してしまえば、台湾の TPP 参加は不利になることが予想されたと述べた。その上で、董氏は台湾の TPP 参加は台湾の利益と経済発展のために行うものだ。中国の反対があっても、それは彼らの問題だ、などと切り捨て、強い不満を表明した。さらに、TPP 加盟国は、台湾の貿易総額の 24% 以上を占める。今年、閣僚級会合の TPP 委員会の議長国である日本とは、非常に緊密な関係にあり、今こそ加盟すべき時が来た、と語った。蔡英文総統は2016年の就任時から、TPP 加盟を悲願としてきた。台湾経済は中国に大きく依存している。台湾からの輸出は4割強を中国が占める。統一圧力を強める中国からの脱却を急ぐには TPP に加盟し、中国への経済依存度を引き下げる必要があると判断した。ただ中国は、中国大陸と台湾は一つの国に属するという一つの中国を唱えている。台湾の TPP 加盟には強硬に反対する姿勢だ。TPP には現在、日本やオーストラリアなど11カ国が加盟している。参加するには加盟国すべての同意が必要となる。今後、対立中台の TPP 加盟を日本などの加盟国がどう判断するか、外交的な駆け引きも含めて交渉が激しくなりそうだ。日本も台湾と大きな問題を抱えており、今後の動きが注目される。台湾は東日本大震災からの10年余り、福島県や茨城県など5県の農産品の輸入を全面禁止してきた。こうした問題について董氏は、日本側からの要請に対応しなければならないが、台湾の人の健康を第一に考えなければならない。日本と一緒に解決策を探っていくと述べるにとどめた。台湾の蔡英文総統は、会見の話とはまた別にツイッターで日本向けのメッセージを発しています。石の上にも5年。台湾は昨日正式に CPTPP 加盟を申請しました。総統になってから、この水準の高い貿易協定の参加を準備してきました。我々は全てのルールを受け入れる用意があり、TPP に加盟したいと思っています。日本の友人たちには、我々のこの努力をぜひ支持してほしいです。私はこのツイートをリツイートしておきました。まず第一に、今回の台湾の TPP 加盟申請に対して、日本政府そして政権与党の自民党がどのような反応を見せているかについてお話ししておきましょう。政府の記者会見としては今回の台湾の TPP 加盟申請を歓迎するということを発表しています。また自民党内部の話し合いとしては佐藤議員がツイッターでつぶやきをしていたのですが、台湾の TPP 加盟については以前から応援していましたよという話をしています。ですから少なくとも表立った動きとしては台湾の TPP 加盟について日本側の対応としては支持している状態です。もちろん親中派の議員たちにしてみれば快くは思ってはいないでしょう。しかし彼らの動きというものは表立っては出てきてはいません。そして表立って出てきている反応としては中国の反応というものが最も苛烈なものです。中国の趙立堅報道官は
中国はあくまでも一つの国家であり、台湾が国際的な機関やもしくは国際的な協定条約などに参加することは許されざる行為であると強い言葉で非難を行っています。しかし、今回の記事でご紹介したように、現在の TPP の中において日本は経済規模1位であり、しかも話し合いの場においても議長国であるという巡り合わせにあります。ですから、中国が加盟申請を行い、これを見過ごしたままで台湾が黙っているのは非常に危険なことは明らかです。ですから今回台湾が TPP 加盟申請を行ったというのは私は正しい判断だったと思います。それでは日本はどのような対応をすべきでしょうか。まず第一に私が言えるのは、中国が今回の TPP 加盟申請を行ったその狙いというのは TPP の乗っ取りやもしくは TPP の撹乱にあります。なぜならば現在の TPP にはアメリカが入っていない状態で日本が経済規模1位の状態です。主要先進国の中でこの TPP に加盟している国が多くない状況において中国が入ってくると彼らは様々な面で自分の意見というものを通そうとするでしょう。それは現在の TPP の理念である公平な競争を実現するための貿易協定というその志そのものを彼らにとって都合の良いものに変えることが一つの目的として考えられます。なぜならば中国というのは公正な競争といったものをルール上無視していることによって国際的な競争力を不当に得ていることがこれまで何度となく指摘されている国です。例えば WTO といった国際的な取り組みもあるのですが、中国は未だに自称開発途上国であるという立場を取り続けています。彼らにしてみれば、一人当たりの GDP はそれほど伸びていないんだから、そのような言い逃れをすることによって少しでも自国にとって有利な条件というものを中国に残そうとしているのです。一方において彼らは GDP が巨大であることを理由として大国として振る舞っているのですが、彼らの言葉というのは基本的には自分たちにとって都合の良い面を常に入れ替えながら使い分けている、そのような国であることは明らかです。そして TPP の加盟においても一つ大きな問題があるのが、彼らが公平な競争ルールを全く無視した状態でおそらくは加盟申請を行い、そして後々あなたたちの掲げるルールについては遵守していくよという口約束をすることによって実際には何もしていないのに加盟してしまおうという魂胆というものが透けて見える。ここが一番気に食わない点です。そのような非常に汚い手を取るであろう中国に対してすでに TPP 加盟国の中ではこれを支持する国が現れています。その国というのはシンガポールとマレーシアです。この2つの国の名前を聞いて、シンガポールだったら中華系の人たちがたくさんいるような国であり、政治的な結びつきとしても中国と太いパイプがあるのだから歓迎するといったのもわからないではない話なわけですが、一方このような動きからもわかるように中国はすでに TPP 加盟国の中に自分たちの賛同者を増やそうという外交を行っていることは明らかです。今名前を挙げた国以外にも南米においても中国は手を伸ばしています。なぜならば彼らにとっては経済的な結びつきが一番で、南米の国であれば説得が非常にしやすいのです。物理的に離れている国々に対しては中国の軍拡など全く関係ないでしょうし、また政治的な体制やもしくは中国国内における人権問題などほとんど誰も気にしないような国々もたくさんあるからです。だからこそ日本はオーストラリアとともに中国が不当な競争政策をとっていることを理由として中国の TPP 加盟をまずは跳ねのけることが非常に重要です。そのためにも自分たちの味方を作ることが非常にこれまた重要な話となります。一カ国でも認めないのであればルール上は確かに跳ねのけることはできるわけですが、多くの国々が外交で取り込まれた後において反対意見を言うのはだんだんと難しくなってくるものです。日本はどうしてもそのような点において自分の我を通すというのが苦手な国です。ですから国際協調の場においてたくさんの国々がこれだけ反対しているんだから中国さんあなたはダメですよと言える状況というものを作ることが非常に重要なのです。現在のところオーストラリアは確実に中国に対して反応するでしょうが、今回ご紹介したようにシンガポール、マレーシアはすでに陥落したと考えるべきなのです。ですから多数派工作を行うということも決して馬鹿にしてはいけません。一方で台湾に対しては今回の TPP の理念から言っても公平な競争ルールといったものを遵守することが可能な国です。なぜならば台湾は民主的な国家であり、たとえ国内に親中派がいてもこれを抑え込めるための法律やその法律を実施する機関
などが健全に運営されています。決して中国のような一党独裁の国ではありません。そして記事の中でも書かれているように、台湾はどうしても中国に対する依存度が高い国です。それだけに台湾の経済界というものは中国共産党とのつながりも深く、台湾経済が沈むとそれを理由として親中派の勢力が盛り返し、そして中国との結びつきも同じように太くなってしまいます。だからこそ台湾の TPP 加盟申請を支援することによって台湾経済が中国との少しでも切り離しに成功すれば親中派の勢いを抑えることにもつながるのです。そういった意味で日本にとっては国防上においても非常に重要な話ですし、また経済的な結びつきを強化するということは日本にとってはこれまたプラスになります。このように私の解説としては中国を跳ねのけ台湾を入れるべきだという話をしているわけですが、現実においては第3のプランというものも存在します。私はこれを支持するわけではないのですが、このような展開もあり得るという意味で別のシナリオについても解説を行っていきましょう。それは中国も台湾もどちらも加盟してしまうというプランです。なぜそのような案というものが考えられるかといえば、それは政治的な対立もしくは中国と台湾の対立といったものに巻き込まれたくない、いわば中立派でいたいような国にしてみれば、少なくとも加盟した国がルールを守ってくれるんであれば、貿易圏が拡大するんだからそちらの方で問題ないと考える、いわば経済優先の国々というものも存在するからです。過去にはこのような対立している国々が同時に入ってしまう、もしくは両方入ってしまうという例が、北朝鮮と韓国の例、もしくは東ドイツと西ドイツが同じように国際的な機関に両方とも加盟するといった例も過去にはあります。そしてこのような両方とも加盟するというのは基本的には私にしてみれば悪夢のような展開ですから、そのようなことにならないように日本政府はしっかりと多数派工作を行うとともに、中国に対しては明確にあなたたちの国では現在の TPP のルールには全く合致しないですよ。このような状況では TPP にはとても入れませんよということを強く言い続ける、そのような強い姿勢というものを持つ必要があります。このあたり、中国に対してはっきりと物を言える外交ができるかどうかというのは、実は次の政権にかかっている一つの命題だと言えます。今日本は自民党総裁選において次の総理が誰になるかを選んでいる時期であり、それだけに誰が次の総理になるかによってはこの TPP に対する考え方、中国に対する対応といったものも私は十分に変わってくると考えています。あなたは私の話を聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録をして、国際情勢やもしくは日本の政治についての話を理解を深めていってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。